こんにちは。今日もビーズ刺繍やっていきます。使うのは東宝さんの 1G ですね。こっちのビーズも東宝さんの丸大ビーズ使ってます。ターコイズのこっちの色味でやっていきますか。でこれもうね、セメダインとか、私がいつも使ってるのこのセメダインスーパー X2 ってやつですけど、セメダインシリーズいろいろあるんですけど、 X2 が私は固まる速度もまあまあ速いし、動かなくなるまでのスピードも速いので気に入って使ってます。 XG っていうのもあって G の方が速いんですけど、ちょっと私には速すぎてここね、ビジュってこう台座に穴が開いてるので、ここで一応ね接着剤も使ってますけど、糸も通してしっかりとね。じゃあこっからこの丸大ビーズやっていきます。始まりはカーブがきつくないところから始めるといいですね。ここのキワキワに針を入れてしまうとビーズの横幅あるじゃないですか。なんかガタガタしちゃうので、ここのだいたいこの真ん中あたりに来るように針を入れます。で最初は1個ずつやってください。1個ずつっていうのは1個分先に入れて、そして一旦戻る、1個下がって、でまたもう一回進行方向に進むっていう感じでやるんですけど、慣れてきたら私はいつも2個ずつやってるんですね。2個取って、で2個分、だいたい2個分先に進んで、で3個戻る。今度は3個なんです。3個戻って進行方向に進む。これを繰り返してます。2つ取って2個分進んで3つ戻って、また3つも先に進む。これの繰り返しです。コツとしては、進む時2個分進むじゃないですか。でだいたい2個分このぐらいなんですけど、気持ち遠めに刺す。近すぎるともうここがもうギュッてなっちゃってボコボコするんですよ。綺麗な列にならない。なので気持ち遠めでいいです。もうそんな1個分2個分遠めに行けということじゃないんですけど、どうせね次行った時次行くじゃないですか、また2個分でここで戻るんですよ。戻るってことは糸もちょっとキュッて、ね、手前に戻るってことなので、あんまりねピチピチの2個分だともうガタガタします。最初は慣れないうちは1個ずつ1個ずつ丁寧にやるのがコツです。習うより慣れろっていう言葉もあるぐらいやってみないとね、自分のやり方見つけられないと思うので、どんどんね自分のやりやすいやり方っていうのを見つけてできるといいですよね。で一周できたらもう一周補強のためにやってます。でもう一周こう糸を通すことで並びも良くなるという。ここはね4つとか5つとかシュッとちょっと並びが気になるところを中心に刺していくって感じですかね。一回刺してピューって刺してから玉留めそこまで気にせず、これで OK。 今度はねパーツクラブさんのこの丸台かな、このくるんと丸い感じが好きで、シードビーズでパーツクラブさんのサイトとかで検索すると出てくるやつかな。アイボリーな感じです。優しい色合いに合うかなと。これを一番外側にする作品なんですけど、一番外側にブスッとこのまま刺してしまう、ピントがあって刺してしまうと玉留めが一番端っこに来ちゃうじゃないですか。でこの後この下地を切るんですけど、その下地を切る時に間違って玉留めを切ってしまう可能性があるので、せっかく作った作品が台無しになっちゃうので、一回内側にね針を通しておくと玉留めがね中に入りますので、こう中にね内側に入るので、ここで一回内側に入れておきます。そしてまたさっきと一緒、この外側1個分だいたい真ん中、ビーズの真ん中に来るあたりに刺して、で2個ずつやっていっちゃいますね。
やはりメーカーさんによって丸大とか丸小って言ってもちょっと大きさがね微妙に違います。一粒一粒も個性があって、やっぱり完全にね同じっていうわけではないので、それを見てるのも楽しいんですけど、その分ね歪みとかもあるかもしれないんですけど、それもまたハンドメイドのいいとこですよね。このぐらいの色味だったらこう子供のね授業参観とか全然いけちゃいますよ。ちょっとタッセルパサパサなんか鳥みたいのをつけていくのはちょっとやっぱりね子供のいじめに遭うかもしれないからあんまり奇抜なねみかんの耳飾りとかもありますけど、ちょっとみかんぶら下げていったらね、お前の母ちゃんみかんとか言われたらかわいそうだし、子供がね。でもこのぐらいだったら全然いいですよね。マルシェ終わりとかにスーパー寄ったら大変なことになっちゃうんですよね。こうカラフルご機嫌おばさんがなんかジャラジャラつけてスーパー入っていくと、おなんだやべえやつ来たぞみたいな、近づくな、おい子供たち近づいちゃダメだあの人にみたいな雰囲気でスーパーの中をね私はさっそうと歩くわけですよ。さすがにちょっとね周りからの視線気になる時ありますよ。ちょっと糸が短くなってきたので、ここで一旦1、2、3、はい止めます。でね糸まだいけるかなとか思ってギリギリまでいっちゃうと大変なことになるので、ちょっと余裕がある時に終わりにしとくのがコツです。でさっきみたいにこう玉留めが中に入るように一回ね中で通して、でまた白いところも一回りしていきますね。でちょっとこう内側に入っちゃってるのとかあるじゃないですか。ちょっと気になるところをで一旦ねこっち向いてほしいよってこっちもうちょっと上の方から刺して引き上げてあげたりとかをしながら、それでもまだあれかな。でもさっきより全然いいですね。こんな感じでやりながら一周回っていきます。やればやるだけ上手くなりますから、私も最初はね YouTube の動画でいろんな方の作品を見させていただきながら自分のスタイルをやっていったので、どんどん取り入れてもらえれば嬉しいなと思って動画撮ってます。こんな感じいいですね。でこれで玉留めも一緒です。玉結びもそうですが、内側にね一回刺して留めるところが必ず一番外側にならないように内側に留めるのを意識してやってください。ハサミはまっすぐこうなったりこうなったりしないようにまっすぐで、動かすのはこっち外側のここに当ててこういけば下の糸は切れませんからね。こうなっちゃったりすると切れちゃう、ピントが合ってないから。こうなっちゃったりすると切れちゃうのでまっすぐで、このまままっすぐちょっと軽く当たるぐらいでねやっていきましょう。で回すのは左ね、切れてない。そんで裏地をも私は同じこのミニーさんの使ってるんですけれども、こうやってパズルのようにこの辺って合わせていつもやってます。大きめに切っちゃってここに合わせて切っていきますね。こんな感じになりました。で今回ピアスにしようかなと思って丸皿付きのピアスのお皿がね、丸皿これが 8mm タイプのちょっと大きめのやつをスキカクは使ってます。じゃあサージカルステンレスって言って金属アレルギーにも対応しています。リンク貼れたら貼りますね。楽天さんで買ってます。こういう感じでいきたいからここにブスッとそのままいっちゃう。フェルトはここがいいのよね。ブスッ、ほらこうでこう 8mm なのでねすごく安定感があります。もうちょっと本当にちっちゃい作品を貼り付けた売る場合とかもうちょっと丸皿ちっちゃい方がいいと思うんですけど、スキカクはもう大きい作品を作るのででねやります。そしてこっちにもあるのにこっち2個出しちゃった。それなりにスーパー X2 をニョロッと出す。まずは丸皿の上に置いちゃうと扱いしやすい表示。これでしっかり丸皿の後ろもこういきますね。
この後周り縫うのでそこまで攻めライン多くなくていいんです。ただこれでペタって接着して終わりの方もいるので、それは好き好きなんですけれども、そういう方はしっかりね攻めラインくっつけた方がいいです。ただね、フェルトだとあんまりつけすぎるとシミになって出てきちゃう時もあります。だからコーヒー皮とか使う方だったらもっとペタッねつけてやるといいと思うんですが、はい、こんな感じでこれ乾くのを待って脇を塗ります。で乾いたのがこちらです3分クッキングみたいな。じゃあこれから外枠塗っていっちゃいますね。もう半日経てばね X2 だともうそんなペタペタもしないし、裏地と同じような色合いの方が目立たないです。外側白いビーズだから白がいいんじゃないかとかね思いがちなんですけれども、こうすごい白が外のね縁が目立っちゃうので、こっからは完全に好きがオリジナルのやり方なので、ほんと参考程度に持ってください。でこうやって結びますよね。そしたら下あたりから始めるんですけど、白と白の間ここにまっすぐ刺す。そうするとほら結び目がここに隠れる。玉がここに隠れる。そして今刺しましたよね。その白と白の間に下ろします。ピン立ってる？そしたら隣の白と白の間にまたまっすぐ刺す。大体同じようなところに刺さりますから、まっすぐ刺すって意識していけば。そんでここをまっすぐねキュッでまたまっすぐ下ろして隣に刺す。隣にまっすぐ刺す。シュッとここ爪ね引っかかりやすいので気をつけてください。下ろしたところにねまっすぐ下ろして隣に刺す。これを繰り返していきます。今こんな感じ。裏がこれあと続けていけばこれ全部やるのとか思うかもしれないですけど、無心にやれば大丈夫。こんな感じになりました。で最後は普通にここで玉止めをするんですが、気持ち緩めにピシッて止めるんじゃなくて、ちょっと緩めにやりたい。ほらこのぐらい余裕があって、ここに玉があります。そうするとそのまままっすぐ下ろすとほらうまいことね隠れるんですよ。でまたプスッと刺す。まっすぐキュッキュッ、ほら隠れちゃいます。でもう一回刺してキュッキュッキュッ、ほら目立たない感じになってこれで切っちゃいます。こんな感じです。そしてほつれが気になるので、このほつれ止め筆ペン川口さんで筆みたいになってて押してジューって液が出てくるのでそれを塗ります。これやっとくだけでだいぶしっかりしますね。程よく硬くなるというですぐ乾きます。もし青と白の間に隙間がもしできちゃった、そういう時にはおすすめのがあって F6000 っていう細ノズル、すごい細いノズルの接着剤でピューってそれをねやればだいぶ目立たなくなる。最初匂いが気になるんですけど 1日ぐらい経てば匂い気にならなくなります。ですごく効果もいいですし、粘着度もそこも、サラサラしてるけど水みたいな感じではないし、すごく使いやすいです。なので細かいところはこれを使って、メインはこっちを使ってる感じですね。またリンクとか載せておきますので概要欄から見てみてください。以上でした。また他にも制作動画いっぱい上げていきますのでぜひぜひご覧ください。他のもどんどん仕上げていきます。それでは最後まで動画見てくださってありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。また見てね。バイバーイ。